要材料を最初にご紹介します。まずは強力粉。180g で片手サイズのナンが3枚作れます。強力粉は特別に高いものじゃなくて OK。スーパーで手に入るいつものもので大丈夫です。次にベーキングパウダー大さじ1と1/2。ふっくら膨らませるためになくてはならない存在です。ドライイーストでも試したことがありますが、私にはベーキングパウダーの方が簡単で作りやすく、仕上がりも柔らかくなるので、初めてのナン作りには特におすすめです。それから塩を少々、そして砂糖を小さじ1/2。小麦粉にこだわらなくても、少し砂糖を加えるだけで、噛んだ時に小麦の自然な甘みのように感じられます。甘い日本のナンが苦手なインド人の夫に隠れて加えてもバレない程度の優しい甘みです。そしてプレーンヨーグルト大さじ4。これが水の代わりにもなって生地をつないでくれてしっとり柔らかく仕上がります。私のナンレシピには欠かせない存在です。水はヨーグルトだけでは足りない分を少しだけ。目安は 50cc から 60cc 程度です。生地の様子を見ながら調整して加えています。最後に油大さじ1。今回は米油を使っていますが、お家にあるもので OK です。生地をしっとり仕上げるため、そしてこねやすくするためにも欠かせない材料です。あとは混ぜてこねてフライパンで焼くだけなので、意外と簡単にお家でも作れるんです。それでは、日々作る中で気づいたちょっとしたコツも交えながら、作り方をご紹介したいと思います。まずは、強力粉、ベーキングパウダー、塩、砂糖を一緒にします。まるで市販のナンミックスを購入したかのように、粉物だけでムラができないようによく混ぜておきます。いろいろな分量を試しましたが、柔らかくて膨らむナンを作るには、このベーキングパウダーの量がとっても重要でした。とは言っても、いつもは普通のスプーンでざっくり適当に加えているのですが、何よりベーキングパウダーの量が少なすぎないことがポイントです。次に、プレーンヨーグルトと油を入れて一旦こねます。水や牛乳でこねるよりも生地が柔らかくなり、味わいも出て、美味しさが増すので、もはや私の作るナンには必須の材料です。こね上げた時の生地の柔らかさも、柔らかく焼けるかどうかのポイントだな、って思っているので、足りない分の水分は水で補います。このこね作業がきっと苦手な方もいらっしゃると思います。実は私もその一人です。何が嫌かって、この手にベタベタくっつく生地。ですが、油を加えているので、こねてこねてこね続けると5分過ぎたあたりから良い感じに手から生地が離れてくれるんです。要するに、そのサインが来るまでは辛抱してこね続けるって覚えれば、ナン作りの最大の難関は攻略です。手を洗って、綺麗な部分だけを写せば見た目はもっと整った動画になったかもしれませんが、ここがナン作りの一番のネックだと感じたので、お見苦しいかもしれませんが、あえてそのままの様子を撮影しました。誰がこねてもこの手にベタベタはつきものなので、頑張ってベタベタが消えるまでこね続けましょうね。ベーキングパウダーは発酵するわけではないので、一般的には生地を寝かせずにすぐ焼くと言われています。ですが、日々作っていて感じるのは、こねた後に少し寝かせることで生地が滑らかになり、より柔らかいナンに仕上がるということ。ちょっとしたひと手間ですが、焼き上がりがぐんと良くなります。夏はラップをして常温で約20分寝かせます。エアコンが効いたところではなく、うまく夏の暑さを利用してみてください。冬は乾燥しやすいので濡れキッチンペーパーをかけて、なるべく暖かいところで約30分から、長い時は1時間生地を寝かせます。寝かせた生地はプニプニです。しっかりベーキングパウダーによる気泡も見られて、強力粉の弾力も良い感じです。生地を3等分にし、一つ一つ、綺麗な丸になるように丸めてから伸ばします。そして、打ち粉を使って麺棒で伸ばします。形は、フライパンで焼きやすい形の丸を目指します。麺棒である程度伸ばしたら、厚みのあるところを持ち上げて手で伸ばすのもおすすめです。片手サイズに伸ばせたら、温めたフライパンで焼いていきます。焼き方は、やや弱めの中火で焼いていくと、ぷくっと膨らんでくるので、
そうしたら裏返します。そのままお届けするとちょっと長いかと思いますので、早送りしてお届けしています。コンロの場合は、表面の色が白っぽくなったら、フライパンを外して直火で焼きます。すると、まるでチャパティを焼く時のように膨らみますし、焼き色がつくと、見た目もぐっと美味しそうになります。IH コンロの場合は、そのまま焼き続けてみてください。膨らんでくるとフライパンから浮いて焼きムラができるので、トングで優しく押さえて焼くときれいに膨らんで焼きムラ防止になります。うまく生地を動かして焼き色も調整してみてください。そして全体がムラなく焼けたらナンの完成です。仕上げにギーやバターを表面に塗れば艶やかなナンの出来上がりです。ぐにぐに曲げてみましたが、柔らかさ伝わりますか？最初はナンを家で作るなんてちょっと面倒かもと思うかもしれませんが、何回か作ってみると意外と簡単なことに気づくと思います。材料さえあればお店に買いに行くよりもずっと手軽に焼きたてが楽しめるんです。しかも安くて美味しくて好きなだけ作れるのが手作りのいいところ。特に夏はナン作りにぴったりの季節だと思っています。気温が味方してくれて生地が扱いやすく失敗もしづらいんです。そんな作りやすい今の時期にお家でチャレンジしやすいと思い、改めてナンのレシピをお届けしました。ほのかな甘みと優しい味わい、そして柔らかさが特徴のナンレシピです。よかったらお試しくださいね。